はい、皆さん、こんにちは。今回は Twitter などで脳がバグる映像などと拡散されている無限にズームをしてループしていく映像、それのイラストレーターデータ、ベクターデータですね、と写真などの画像データ、最後に動画をループさせるやり方をしたいと思います。その前にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速やっていきます。はい、まずはじめにイラストレータのデータ、ベクターデータの無限ズームのやり方をしたいと思います。あらかじめ今、懐中時計の素材を用意しています。ポイントは時計の中心がコンポジションの中心に来ていること。そしてすべてアルファで抜けているということ。あと今、秒針の回転にタイム ×1080、1秒間に3回転、長針の回転にタイム ×720、1秒間で2回転、短針の回転にタイム ×360、1秒間で1回転というアニメーションをつけています。こんな感じです。今回は3秒でズームの一周期を作りたいと思いますので、0フレームの時と3秒の時、針の値が同じになっている方がいいです。それではこのイラストレータのデータをズームさせるので、このベクターデータのところにチェックを入れてください。そしてすべてをヌルに親子関係で紐付けて、名前をズーム1とします。そうしたらヌルのズーム1、こいつのスケール0フレームにキーフレームを打ちます。3秒で拡大してあげます。時計が見えなくなるぐらいですかね。拡大してあげます。今スケールはリニアで大きくなっているので、こういう動きになります。スケールをグラフエディターで見ると、リニアで動いているのがわかります。このリニアの動きだと速いので、スケールのキーフレームをすべて選択して右クリック、キーフレームアシスタントでエクスポネンタルスケール、指数スケールを選びます。するとすべての値にキーフレームが打たれたんですけれども、これをグラフエディターで見てみると、このように一定の割合で加速していくキーフレームが打たれます。動きを見てみると滑らかな感じにズームしていきます。はい。ではこれをすべて選択いたしまして、コマンド C でコピー、コマンド V でペーストしてあげます。わかりやすいように色を変えます。そして、ペーストした方のズームに、こちらのスケールの値、0フレームにまで戻って消してあげます。そしてループのサイクルの終わり、3秒のところで、親子関係でズーム2をズーム1に貼り付けてあげます。再生するとこんな感じになります。中心を見てください。時計がパカって出て、またパカって出るようになっているので、それを解消するには、ズーム2の方すべて選択して、コマンド C でコピー、そしてコマンド V でペーストしてあげます。わかりやすいようにまた色を変えます。3秒のところでまたズーム3をズーム2にペアレントしてあげます。すると、綺麗に無限のズームができています。では、これをすべて選択いたしまして、レイヤー、プリコンポーズ、名前をインフィニットズームにいたしまして、コンポジションのデュレーションを長めにしてあげて、3秒でタイムリーマップでキーフレームを打ってあげます。一番後ろのキーフレームを削除して、レイヤーを最後まで伸ばして、そしてタイムリーマップに
オプションを押しながらクリックでエクスプレッションのプロパティのループアウトを入れてあげます。わかりやすいようにね、ソリッドレイヤーで、背景白くして、これでベクターデータのね、時計の無限ズームの完成です。はい、それでは画像、ビットマップデータのね、ループをやりたいと思います。今回は Adobe Stock さんからこういうテレビを家族で見ている画像、調達いたしました。これをね、画像そのままのコンポジションのサイズ、5096の2687。まずこのコンポジションを作ります。出力はフル HD にしたいので、四角形ツール、ダブルクリックで四角形のシェイプレイヤー、サイズを1920の1080にします。これがフル HD サイズですね。ではまた3秒のループを作りたいので、3秒ところでレイヤー、新規、ヌルオブジェクト、名前をズーム1とします。わかりやすいようにね、両方とも色を変えます。まず画像の方でテレビのモニターをフル HD のね、画面に揃えてあげます。大きさも調整して、フル HD の画面よりもちょっと大きく余白を取ってあげます。そこで画像をヌルオブジェクトにペアレントで紐付けます。3秒のところ、ズームにポジションとスケールにキーフレームを打ちます。0フレームに戻って、ヌルのね、スケールを小さくして、画面全体をフル HD の大きさに合わせます。ポジションも合わせます。先ほど余白を取ったのでね、ここも余白を取った方がいいです。そうしたらポジションの方、0フレームを、キーフレームをイージーアウト、3秒目をイージーイズインにします。スケールの方は両方キーフレームを選んだ状態で、キーフレームアシスタントで指数スケールにします。するとね、スケールの方はまた一定の速度でね、加速している状態になります。このような感じです。はい。では3秒目で画像の上にレイヤー新規平面マスクという平面を白で作ってあげます。オパシティを下げて、ここにテレビの画面サイズのマスクを作ってあげます。オパシティを戻します。このマスクをね、画像の方にペアレントしてあげます。わかりやすいように色を同じ黄色にします。すると今こんな感じですね。はい。ではマスクを非表示にいたしまして、黄色くしたレイヤーすべて選択してコマンド C でコピー、コマンド V でペーストします。わかりやすいように色を変えます。0フレーム目まで戻って、ズームのね、2のポジションとスケールの値を取ってあげます。3秒まで戻って、ズームの2をズームの1にペアレントします。すると、こういうズームができました。ズーム1の下のマスク、一番最初に作ったマスクを、ズーム2の方のね、この画像の上に持ってきます。ズーム2の方の画像、トラックマットで、アルファマットにします。すると、ズーム2の方の画像がね、ズーム1の方の画像のテレビの枠ぴったしにはまりました。これだと、まだズーム2の方の画像、テレビがこのね、サッカー中継みたいになってますので、青のレイヤー、ズーム2の方すべて選んで、またコマンド C でコピー、コマンド V でペーストしてあげます。わかりやすいようにここを色を変えてあげます。そしてズーム3のヌルオブジェクトをズーム2にペアレントします。
Zoom 2のマスクをね、今度は Zoom 3の画像の上に持ってきてあげます。すると、Zoom 3の方の画像がね、こういう風にはまりました。ただまだね、サッカーを見てるっていうのがね、これ分かっちゃうんで、今度はピンクの Zoom 3の方をコピーして、ペーストして、Zoom 4の画像を作ってあげます。これを分かりやすいように色を変えて、Zoom 4、これを Zoom 3にペアレントしてあげます。そして Zoom 3の方のマスクを Zoom 4の画像の上に持ってきてあげます。まだテレビの画面の中のね、このサッカー中継みたいなのがね、わかるので、Zoom 4の方、またコピーして、ペーストして、Zoom 5を作ってあげます。わかりやすいように色を変えて、また3秒のところで、Zoom 5を Zoom 4にペアレントしてあげます。Zoom 4のね、マスク、これを Zoom 5の画像の上に持ってきてあげます。これでもう小さくなってわかんなくなったんじゃないでしょうか。まだちょっとパカッパカっていうのが分かっちゃいますね。ということで、Zoom 5もコピーして、ペーストして、Zoom 6を作ってあげます。3秒で、Zoom 6をまた Zoom 5にペーストして、Zoom 5のマスクをね、Zoom 6の画像の上に持ってきてあげます。これでいい感じでループしているように見えるんじゃないでしょうか。そうしましたら、すべて選択して、モーションブラーをね、つけましょう。そして、フル HD の枠を非表示にしまして、コンポジションセッティング。ここで、1920の1080フル HD サイズにしてあげます。再生します。すると、こういうね、画像の無限ループ、完成いたしました。これを先ほどと同様、すべて選んで、レイヤー、プリコンポーズ、OK を押しまして、3秒のところでね、タイムリーマップ、入れてあげます。一番後ろのキーフレームを消して、タイムリーマップ、エクスプレッションで、ループアウト、つけてあげます。これで画像の無限ループの完成です。こういうね、航空写真、地図をやりたいときはね、先ほどと同様、スケールの方をキーフレームアシスタントで指数スケールにしてあげます。そして、このね、1区画みたいなところね、ここにマスクを作ってあげます。そして先ほどと同様、コピーペーストで Zoom 2を作ってあげます。0フレームまで戻って、スケールとローテーションのキーフレームを取ってあげます。3秒まで戻って、Zoom 2を Zoom 1につけます。Zoom 1のマスクをまた Zoom 2の画像の上に持ってきて、トラックマットでアルファマットで抜きます。ただ今 Zoom 2の画像はソロで表示すると、このね、左端の部分と下の部分が足りないんですよね。そういう場合は画像を選択してエフェクト、スタライズ、モーションタイル、それで横幅と上下の幅をね、増やしてあげて、ミラーエッジにしてあげます。するとね、この航空写真ね、街がガチャガチャしてるので、うまい具合にね、ごまかせます。それを先ほどテレビでやったように、ズームを繰り返していくと、航空地図でもね、こういうループのズームができます。では最後に、動画の無限ズームのやり方。これも最終出力はフル HD で作りたいんですが、ズームさせるので、それよりも大きい 8K までとはいかないですけれども、4K の素材、動画素材があればいいと思います。エンバトエレメントさんからね、
こういう女の子の踊ってるのを撮影してるね、動画を調達したんですが、ちょっと合成しにくいので、静止画でね、このカメラを設置したようなものを配置しました。それではね、その映像をコンポジションに入れまして、今 4K のサイズですね。静止画の時と同様、長方形ツールダブルクリックで出力するフル HD のサイズ 1920 の1080の枠を作ってあげます。3秒でループしたいので、3秒のところにね、マーカーを入れときます。この撮影しているカメラのモニターの中でループさせたいので、3秒のところでフル HD の画面にモニターを合わせてあげます。ちょっとね、余白があった方がいいですね。ここでレイヤー、新規、塗るオブジェクト、ズーム1とします。わかりやすいように色を黄色にします。動画を塗るオブジェクトのズーム1にペアレントします。3秒のところ、スケールとポジションにキーフレームを打ちまして、0フレームのところで位置を調整してあげます。これも余白があった方がね、合成がうまくいきます。ポジションを0フレーム、Easy Ease Out、3秒のところで Easy Ease In、スケールを右クリックでキーフレームアシスタント指数スケールにしてあげます。静止画と同様、ビデオの上に新規平面でマスクを作ってあげます。モニターのサイズに合わせてね、マスクを作って、ちょっと調整してあげましょう。こんな感じでしょうか。そうしたら、マスクを動画にペアレントします。マスクの色も黄色に変えてあげましょう。すると、今、こんな感じの動画になっています。では、マスクのね、フェザーを少し入れてあげて、境界をぼかしてあげます。そしてマスクを非表示にいたしまして、黄色のレイヤー全部選んで、コピー&ペースト、ズームの2を作ってあげます。色を変えまして、ループをさせたいね、このマーキングを入れた3秒の値まで進めまして、ズーム2をズーム1にペアレントしてあげます。そして、ズーム1の方のマスクをね、ズーム2の方の動画の上に持ってきて、ズーム2の動画をトラックマット、アルファマットで抜いてあげます。今度はね、ズーム2の塗るオブジェクト、キーフレームを静止画のように削除しないで、キーフレームの一番頭の値を一番お尻の値の位置に持ってきてあげます。するとね、こういう動画のループができます。では、ズーム2のレイヤーをすべて選びまして、コピーペーストでズーム3を作ります。色を変えて、ズーム2のマスクをズーム3の映像の上に持ってきまして、ループさせたいね、マーキングを入れた3秒の値でズーム3をズーム2にペアレントしてあげます。そしてズーム3のキーフレームの頭をお尻の位置までずらしてあげます。また3秒まで戻りまして、ズーム3すべて選択してコピー、ペースト、ズーム4を作ってあげます。3秒の値でね、ズーム4をズーム3にペアレントしてあげます。ズーム3のマスクをズーム4の映像の上に持ってきます。これもキーフレームの一番頭の値をお尻のとこまでずらしてあげます。ズーム4をコピーしてペーストしてズーム5を作ります。3秒の値まで戻りまして、ズーム5をズーム4にペアレントします。
ズーム4のマスク、こいつをズーム5の映像の上に持ってきてあげます。そしてズーム5のキーフレーム、一番頭の値をお尻まで持ってきてあげます。動画はこれの繰り返しになります。こういうふうにね、ズームの繰り返しの映像ができましたら、このフル HD のね、範囲の枠、非表示にしまして、コンポジットのサイズをフル HD にしてあげます。するとね、動画でもこういう風に無限のズームが作ることができます。はい、それでは今回は以上になります。ちょっとね、このループのね、映像の編集ばっかしててね、気持ち悪くなっちゃったんですけれどもね。ポイントとしては、画像をズームさせるので、ベクターデータならズームさせても画像は荒くならないんですけれども、写真のビットマップデータとね、ビデオはズームさせると画像が荒くなってしまうので、出力したいサイズよりもかなり大きめの素材をね、用意することをお勧めいたします。それでは今回は無限ズームの作り方でした。最後までご視聴ありがとうございました。